どうもこんにちは、ビギラゴンズです。バンディです。ミステリーギターマンですどういうことなんですかそれ。ミステリーギターマンさん、はい、久しぶりですね。こんにちは。はい、ビギラゴンズに出るのは久しぶりロングタイムのっていうわけでもないですね。関根さんに対しては、ミステリーさんに関しては。はいはい、皆さん、ビギラゴンズ楽しんでいただけてますでしょうか。全4話のうち2話まで公開された、つまり折り返し地点ということで、なんか今までのまとめとか裏話、それからこれからの見どころなんかを紹介できていったらいいなと思ってこのビデオを作っております。いっぱいあります。はい、全部見ましたか。はい、2話目までオフコース。どうでしたか。なんか全体的に見てやっぱちゃんと作ってありますね。そうですね、みんなずっとね修羅を心配してたけどね、はい、なかなかやるな修羅と。やりますね。というわけで月曜から順にどんな内容だったか確認していけたらなと思いますが、はい、月曜日、ヒピドーチーム広島トレインゲームです。はい、はい。大体第1話第2話が終わって1話ではルール確認がまずされますよね。そうですね、みんなどのシリーズも大体されるんですけども、東京トレインゲームとの違いっていうのが今回の、ちゃんと確認するべきところかなという感じだったんですけども、とりあえずね暑かったね。暑かった。前編として真夏だったんでねそれはでもルール関係ないですよ。いやいや、違いとしては、違いとしてはね、35度以上だったんで、東京トレインゲームとの違いね。なるほど。暑くて、でなんですか、長い電車がね、長いそうですね。電車も長い、距離も長いと、駅数も多い。だから駅数多い代わりにサイコロが導入されたわけです。そうですね。だから一気に何個進むっていうのが、これで何個進む、これで何個進むっていう風に、ここはちょっとだいぶ違うところかなと。ヒッピーさんがもみじまんじゅうを食べてルーレットでどうやっていくかを決める。でサイコロで関根さん、メグインが何個進むかを決めるっていう感じだったんですけど、サイコロ係だったもんだから、もうミスター6ですよ。そうですね。まだ見てないっていう人のためには説明が必要になるのかなと思うんですけど、見りゃわかるよ。そういうことですね。ミステリーさんも言ってます。見てください。見てください。はい。ちなみに関根さんはヒピドーチャンネルで公開された未公開シーンは見ましたか。はい、見ました。はい。ベギラゴンズじゃ見れなかったところがちゃんと苦しい部分ですねが見れますと。はい。もうずっと不平不満を漏らしているビデオになってますけども、結構ベギラゴンズだけ見るとこうサクサクっと進んでる感じに見えますけど、本当はこんな辛かったんだよっていうのが分かるようなシーンがまとめられているヒピドーチャンネルでも見れますので、そちらも皆さんもよかったらチェックしてみてください。お願いします。ということで火曜日、はい、チームヌーマニアザ・レイクチャレンジです。はい。これも2話目まで終わって大体3個目のルーレットまでいった。ルーレットがね可愛く見えてきますよね。ルーレット可愛いですよね。パクパクして魚釣りルーレット、レッツゴーフィッシングルーレットっていうの、あれでどうやっていくかを決めていくっていうような内容だったと思うんですけども、今のところ楽しそうにやってるなと。そうですね、はい、ただなんかもう最初の時点からあんま元気ない感じはそういうキャラクターじゃないっていうのは、そう元気な人じゃない、元気じゃないけど楽しそうなのは伝わってくるな。はい、っていうくらいな感じで、これからどんどん辛くなっていくんだろうなと。分かんないですよ。もっとラッキーなのガンガン出ちゃうかもしれないんでイージーだぜっつって終わるかもしれないとそれもそれでまた新しいレギュラーコンズの形としてね、提案していけるかもしれないですけど、ゴンボートが全然進んでなかったです。あれは誤算でしょうね、きっと。そうです。もっと進むと思ってましたよねあれ楽な方のやつのはずなのに全然進まないみたいなこの後も実はメグインが出てきちゃうみたいなことがあったりして、そういうところ見どころになってくるのかなと。怖い。今見た今目の前でっけえ B がブーンっつって見た。今そんな感じでまたこれからが楽しみでございます。続きまして水曜日、ディープインチャーパンチームはしご酒ゲーム。よいしょ。はい。1話目でルール確認して1店舗2店舗といって第2話目で3店舗目まで行きましたね。ルールは難しくないですよね。とても簡単。お通し出るまで帰れないゲームって言ったら、はしごしながらね。はい。これに関しては前回も言いましたけど、全然覚えてないんで。
で2話目まで見てどうでした？記憶がどんどん蘇ってきましたね。蘇ってますあ、そういえばこんなことしたなみたいな。多分一番ここで言ったなっていうのが2話目の最後の方の、はい、レイナのいたずら、はい、水の代わりに別のものが出てきたっていう。あれいたずらなのか、そんなすぐ分かるいたずら、そのなんかねまあ一口っていうか飲む前に分かっちゃう分かるよ。だからそこで俺言っちゃったかなと、その記憶的なところでは。そうかもしれないですね、はい、あとはワタミがおしゃれだったなと。そうです、意外とこれ舐めてた、発見しましたね。舐めてましたね。普段行かないけど、はい、今回わざと行ってみましたけど、はい、やっぱ僕のイメージのワタミと変わってましたね。また行こうかなっていう気になりましたよね。やっぱはしご酒の醍醐味、出てます。発見があるというところですね。ディスカバリー、はい、まだ3店舗目で、5個中1個しかお通しが出てないんですが、はい、もう酔っ払ってると。はい、この後が本当にここからですよね、はい、本番はここからもういろいろありましたから多分、ということで木曜日アトリエショラチームノースマートフォンチャレンジ来ましたね。はい、来ま来ましたか。いやー、おじさんすごい心配でしたけど、はい、頑張ってますね。そうですね、やっぱテロップが綺麗だし、ルールも分かりやすいので結構ガンガン進んでるんですよ。2話までしか出ない割にはもう結構ヒントサイコロ振ってるんですよ、このチームは。他のチームよりも回数が多いなっていう。俺も出たしね。そう2話目の最後でメグに出てきますね、はい。それで大体この辺までもう掴んじゃってて、半分でここまで掴んでて大丈夫なのかなみたいな、そうですね、ところはありますけども、今後どういった展開になるかですよね。何に一番苦労してるってショラ君が運転に慣れてないっていう部分なんですよねあれガチなの？ガチですよ。だってセルフのガソリンスタンドでこれでいいのみたいな今まではセルフ使ってなかっただけじゃないのっていうか、なんでそのシーン使ったみたいな初めてのトレーラーでも入ってましたけど、初めてのスタンド。いや、自分の時はやっぱびっくりしたんじゃないですか。自分自身は初めてのセルフスタンドで、なるほどね、ドキドキワクワクしちゃったんですよ。だから使った。そう続いては金曜日、全力広しチーム通行人ビンゴ in 東京。おいしょ、はい、こちらもルール説明があって、でチームの紹介がありますね。これチーム戦になってて、はい、広しチームと、最強ナンパ師軍団、はい、ナンパで生計を立てている、はい、ナンパ師との戦いという、これもまた新しい形ですね、対決方式。そうですね、いつも対決はしてるけど、ここまでちゃんと対決したことないからね。だからどっちが勝つんだろう。普通に言ったらナンパ師が勝つじゃないですか、声かけられる回数多いから、そこをどうやって勝ちに行くのかなっていうところがこれからの見どころになってくるかなと。そうですね、意外と街の人ちゃんと聞いてくれるんだなみたいな。そうですね、なんかナンパ師の勢いに押されてるっていう人もいましたけどね。そうね、おばあちゃんとか出てましたね。おばあちゃんとかこんなことされてたじゃんよくあいつ抱っこしたのおばあちゃんって。本当ですよ。あそこで腰痛いとか言われたらどうすんだと思ったけど、格闘家だからいけるみたいな。ひょいっつっておばあさんもちょっと嬉しがってたしね。こっち側じゃなくて持たれる側よね、心配なのは。そういや、すげえなということで、救済チャレンジなるものがあって、そこでなんか開けていく数を広しチームは増やしていくんじゃないかな今後はっていう感じで終わってますね、今のところ。はい、はい、次回有名 YouTuber 登場みたいな感じで終わってましたから、これもまたそうでもないでしょ、どうせ俺じゃないですからね、これ気になるなというところですね。はい、という感じでございました。来週から第3話が公開されていきます。まだ見てないという人は、ぜひこの機会に、見てみてください。この土日でね、一気に、再生リストが作られていますので、多分どれかだけ全部見てるよっていう人も多いと思うんですよ、なので別のねシリーズもちゃんと見てもらえたらいいなと思います。全チーム第4話が終了したら、その週の土曜日に投票募集の動画を公開しますので、その時にまた僕たちの登場になります。その時までさよなら。はい、1個忘れてた。トロフィー来ました。トロフィー、前回の動画の時にはまだ届いてなかった、発注してる段階だったので、お見せできなかったんですけども、画像だけしかね、ここに入れますかね。これベギラゴンジズっていう入ってます。優勝者には
このトロフィーが授与されますんで、皆様ふるって投票の方よろしくお願いします。意外とここにカメラを持った人が立ってたりして、この企画にバッチリのトロフィーを用意しました。それでは皆さん、また再来週、さよなら。蚊が、蜂と蚊が、あいつ